今回はロジックパズルカナルビューのルールを説明していきます。それに合わせて5問の問題を用意しました。問題を解きたい方は概要欄にリンクが貼ってあるので、そちらから解いてみてください。それでは左側にあるプレイヤーの説明からしていきます。操作方法は1ボタンにしていて、入力モードは自動にしています。正しい数字をグレーにするというところのチェックを入れています。矢印を見てください。マスの上でボタンを押すと黒マスになります。もう一度ボタンを押すと小さな点になります。さらにもう一度押すと白マスに戻ります。ここからはルールの説明を一つ一つしていきます。1、盤面のいくつかのマスを黒く塗りましょう。盤面のいくつかのマスは黒マスになって、いくつかのマスは白マスのまま残ります。2、数字はそのマスから上下左右に伸びている黒マスの数の合計を表します。左下にある数字の3があるマスを見てください。このマスを中心に上の4マスを黒マスにしてみます。同様に右の2マス、左の2マス、下の1マスも黒マスにしてみます。これらの黒マスを合計すると、1、2、3、4、5、6、7、8、9と9マスになります。今のこの状態は、数字の3のマスを中心に、上下左右に黒マスが9マス伸びているという状態になっています。ルールの2によると、中心の数字が3なので、上下左右に伸びているマスも3マスにしないといけません。いくつかの黒マスを白マスに戻してみます。今のこの状態は、数字の3のマスを中心に上下左右に伸びているマスがちょうど3マスになっています。白マスを挟んだ先の延長線上にある黒マスは上下左右に伸びているものとしてカウントしないことになっています。続いてルールの3を読んでいきます。数字が入っているマスを黒マスにしてはいけません。このプレイヤー上では数字のマスを黒マスにしようとしても黒マスにすることはできなくなっています。なのでルールの3を破ろうと思っても破ることはできません。ルールの4を読んでいきます。すべての黒マスは縦横に一つながりになります。例えば問題を解いている途中で右上にこのような黒マスができたとします。左下にも黒マスができたとします。最終的にはこれらの黒マスを黒マスでつないで一つながりにしないといけません。ルールの5を読んでいきます。黒マスが 2×2 以上の塊になってはいけません。黒マスの 2×2 の塊とは、このような四角い4マスのことを言います。このような黒マスの塊は盤面上のどの場所にも作ってはいけないことになっています。ルールの説明がすべて終わったので回答を消去します。ここからは例題を解いていきます。左上にある数字の4を見ていきます。下方向には数字があって黒マスを伸ばすことができません。左と上は盤面の外になります。なので右方向にしか黒マスを伸ばせないことがわかります。そして数字が4なので右に黒マスを4つ伸ばしていきます。そしてこれ以上黒マスを伸ばしてはいけないのでこの先のマスは白マスになります。ここに小さな点をつけておきます。この小さな点は白マスであることが確定したという意味になります。右下にある数字の3も同様に考えることができます。
左方向にしか黒マスを伸ばせないので、黒マスを3つ伸ばして、その先のマスに小さな点をつけておきます。次に数字の1を見ていきます。すでに上の1マスが黒マスになっています。この数字の1を中心にこれ以上黒マスを伸ばしてはいけないので、右、左、下の3マスを白マスであると確定します。ここで上にある黒マスの塊を見ていきます。この塊は他の黒マスとつなげないといけません。塊の周りに白マスと数字がたくさんあって、黒マスが分断されそうになっています。なので、このマスを出口にして、とりあえずここまで黒マスを伸ばしておきます。次に数字の5を見ていきます。右に黒マスが1つあって、下に空いているマスが4つあります。合計でちょうど5マスなので、すべて黒マスにしていきます。そして、ここのマスを黒マスにすると、2×2 の黒マスの塊ができてしまいます。これはルールの5を破ってしまうことになるので、ここを白マスであると確定させます。もう一度黒マスのつながりについて考えていきます。この大きな黒マスの塊は白マスと数字に囲まれて分断されそうになっています。実際にこのマスを白マスにすると分断されてしまいます。なのでこのマスを出口にしてここまで黒マスを伸ばすことができます。左の数字の3を見ていきます。すでに1、2、3と合計で3マスの黒マスが伸びています。これ以上黒マスを伸ばさないために、右と左のマスを白マスであると確定させます。すると、下にある3マスの黒マスが分断されそうになっているので、黒マスを伸ばしていきます。最後に数字の4を見ていきます。すでに黒マスが左に1つ伸びていて、空いているマスが上に3マスあるので、すべて黒マスにして、合計で4マスにします。2×2 の塊になる場所を白マスであると確定させます。すべてのマスが黒マスと小さな点で埋まりました。チェックボタンを押してみます。すると正解になりました。それでは最後に問題と答えを表示して終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。